しょげてるの？職員室に呼ばれた友達待ってるの。なんかあった？そりゃ待ちに待った夏休みだもん。夏休みなのにちっとも楽しめないんだ。大変でございますわね、大人は。当然海に山に川に遊びまくるわよ。ところだけど、私もいろいろやることがあって、そんな自由に遊びに行けないの。ま、息抜きくらいはするけどね。舞ちゃん、お待たせ。あかねちゃん、今そっち行くからちょっと待っててね。それじゃあね、先生。普通さっきのセリフはデートのお誘いとかの前振りとして使うんだけど、そういう自覚もしかしてあった？なんだ、全然なの。それはそれで寂しいわね。まあどっちにしてもちょっと若すぎるんだけど。じゃなくて、京二君の顔を見ていたら、セリフはどうあれ全然そんなつもりで言ったんじゃないんだろうなぁと思ったわけよ。君も恋の一つでもしたまえ。いや、実は本人も気づいてないうちにもうしているというパターンか？そりゃ知らないでしょ。気づいてないうちにって言ったし。まあいいや、とっとと片付けて帰ろうっと。高村先生。
に備えてずっとメンテナンスをしておりました。ちょうどパナケアシステムが届いたので、その性能実験も兼ねているのです。貴重なデータが得られることでしょう。性能実験は夜に行われる予定ですので。その頃にはもうアリッサ様はお休みになられているはずです。私もサンプルテストに備えて、まずはノンサンプルテストを行いたいと思うので、一旦帰ろうと思っています。それでは失礼します。条件反射？ごめんなさい。いや、先生を見るとなんとなく。本当ごめんね。大丈夫？で、先生はまたコーヒー？怒らないで。新規1名様ご案内。ご注文お決まりでしょうか？また？たまには違うのも注文してよ。ちなみに今日のおすすめはレアチーズケーキセットです。お2つですね。
先生、この学園辞めちゃうの？欲しいなんて、そんな。そんな邪険だなんて、私は。そりゃ先生はちょっとあれだったりするけど。やっぱ先生なんて大嫌い。バカ、変態、前言撤回。学園やめちゃえ。高村先生、こちらにいらしたんですか。夏休みの中頃までにあちらにいらっしゃるとか。いえいえ、とんでもない。むしろ先生にはほとぼりが冷めるまでこっちには帰ってこないでほしいくらいです。いいえ、何にも。楽しい夏休みを過ごしてください。はははは。いつ頃こっちに帰ってくるの？してないって言ってるじゃない。ちょっと待って。さっきはごめんなさい。なんだかひどいことばかり言っちゃって。気をつけてね。出して寝たり生水飲んだりしちゃダメだよ。別にそんなつもりじゃ。別に私はそんなつもりじゃ。
いないとなんとなく張り合いがないから。じゃあね先生、また会おう。舞姫、運命の系統樹。ロードして始めます。どうぞ。師匠、今日日曜なのに来てくれたの？あ、桃だ。僕桃大好き。ありがとう。はい。いつもはお姉ちゃんがリンゴの皮とか剥いてくれるんですけど。仕方ないですよ師匠。だってお姉ちゃんの料理とっても上手なんだもの。でも桃本当に美味しいです。とっても甘い。検査結果が良かったんだよ。
シュが難しくて。はい、どうぞ。はぁ？あ、師匠。お姉ちゃん、どうかしたの？お友達の師匠ってまさか。この人だけど高村さんっていう。はいなんだ、お姉ちゃんの担任が師匠だったんだ。すごいな、すごいよ。嬉しいな、僕すごく嬉しい。大好きなお姉ちゃんと憧れの師匠が実は知り合いだったなんて。そうならそうと早く言ってくれればいいのに。どうしたのお姉ちゃん、ずっと会いたがってた師匠だよ。会いたがってたなんてそんな師匠もこれが僕の優しくて頼りになる美人のお姉ちゃんだよ。帰っちゃうの師匠。そんなことないよ。お姉ちゃんも嬉しいよね。嬉しい？あれ？嬉しくないの？ええ、まあ。絶対だよ。また来てよ。
知らなくて、学園でいろんなことを。自慢だなんてそんな。でもこのことは他のみんなには内緒にしていてほしいの。友達には気を使ってほしくないから。本当に今までのことごめんなさい。痴漢とか犯罪者扱いしてしまったりして。先生、ありがとう。弟に会ってもらえる？よかった。おはようございます。高村様、お早いですね。もう少しゆっくりなさっていてもよろしかったですが。お嬢様ですか？間違いなくまだ寝ていると思いますが。高村様、何に間に合わないと？それでしたら何も心配はありません。大丈夫でしょう。今日は海の日でございます。さようでございます。本日は国民の祝日でございます。どういたしますか？二度寝なさいますか？さようでございますか。それでしたらコーヒーでもお入れしましょう。今日はせっかくのお休みでございますよ。どこかに出かける予定はないのですか？いい若いもんが部屋の中に閉じこもりっぱなしは良くないんですよ。
川でございます。どちら様でしょうか。はい、少々お待ちください。高村様、時葉様からお電話です。おはよう。どうかしたってわけじゃないんだけど、今日空いてます？匠が先生に会いたいって言ってて、それで、よかったら、お見舞いに来てくれないかなって思って。深い意味はないからね。本当？じゃあ、お昼頃に。お出かけでございますか。どなたですか。時葉という方は高村様も隅に置けないですな。いいんです。高村様はまだお若いんです。恋が一つや二つあったってつくづく思うのです。旦那様は歴史の研究や遺跡調査ばかりしていて、恋愛事になど振り向きもしませんでした。よくお嬢様が生まれたものです。奇跡です。それに比べ高村様はまだお若い。研究に没頭も良いのですが、もっと青春を謳歌していただきたい。青春は一度きりです。悔いのないよう。昨日のテレビドラマ録画しておいてくれた？3年 C 組連発先生。なんです。朝方からずっと見ていました。いやー、いいですな。連発先生は熱くて高圧で。こんにちは、師匠。ごめんね、暑いのに来てくれて。ああ、師匠だ、師匠だ。聞いて、今日ね、外でご飯食べてもいいって先生に言われたんだよ。お弁当作ったの。よかったら一緒に中庭で食べない？お姉ちゃんの料理すごく美味しいよね。そんな、もうやめてよ。
姉ちゃん照れてる。バカ、匠。ありがとう。出発。師匠の出会いってアクシデントから始まったんだ。まあね。でもなんだか楽しそう。ねえ、師匠のクラスってどんな人がいるの？みんな楽しそう？変な質問したら先生が困るでしょ。でもいいな。僕も学校に行きたいな。その中で師匠はお姉ちゃんのことがお気に入りってわけなんだ。あれ、師匠、何それ、変な顔だよ。ほら、匠。何よ、お姉ちゃん。変なこと言わないでよ。だって師匠はお姉ちゃんみたいな人がタイプだって病室で散々言ってたよ。そんなわけないじゃない。それにね、お姉ちゃんの学校は恋愛禁止なんだよ。どうして？どうしてって、そういう決まりなの。本当なの、師匠。そうなんだ。それじゃなおさらだよ、お姉ちゃん。
慌てないで食べるのよ。はい先生、お箸と紙皿。美味しくなかった？やだ、何言ってるの？味わってなんて。師匠、学校ではお姉ちゃんの弁当食べてないんですか？そんなことなかったじゃない。あげたこともあったでしょ？嘘。お姉ちゃん学校じゃそんなことしてるの？いや、あれはほんの茶目っ気で。お姉ちゃんは誰に対しても優しいんだね。もちろん。本当に美味しい？よかった。お姉ちゃんもいっぱい食べて。先生、本当ありがとう。少し歩いただけでも動悸が激しくなって倒れちゃう。普通の生活に支障をきたすくらいあの子の心臓は。先生が友達になってから安定する日が増えたのよ。よく笑うようになったし、検査結果も徐々に良くなってるし、本当私の方が驚いちゃって。全部先生のおかげだったんだね。
しゃいじゃって久しぶりに見た。お医者さんも散歩の後も特に問題ないって言ってたし。高村様は今青春をなさっているのでございます。邪魔をしてはなりません。しょぼー。いいな、私もお兄ちゃんと青春したい。お嬢様は幼い頃高村様と青春なさったではないですか。勉強ばかりだった。青春じゃないわよ、あんなの。
がとう。まあね。ご注文は？コーヒーですね。かしこまりました。他には何かいらない？はいはい、わかりました。俺の恋人さとかね。
匠はフィールドワークはできないけど、すごく歴史とかに興味持ってるし、私ももう少し先生の授業ちゃんと聞くようにする。おっと、そうだった。まあまあ、2学期の話よ。そうする。匠にも楽しい夏休みを過ごしてもらいたいし。覚悟しないとね。あ、どうしたの？あかねちゃん？あ、うん。そう？私なんか変なこと言っちゃったのかと思ったよ。びっくりさせないでよ、もう。わかった。頑張ってね。それじゃあね。おやすみ。じゃあね。起きてたの？大丈夫だよ。ねえねえ、それより聞いてよ。一緒に明日裏山にあるなんかすごい綺麗な場所に行くんだって。夜お月様を見に行くって言ってたんだけど、ねえすごいよね。だってものすごいロマンチックじゃん。お兄ちゃん全然わかってないよ。なんて何時間でもしてられるよね。ああもうお兄ちゃんって本当に分かってないんだから。愛し合っていたらそれくらいなんともないよ。なんともないっていうか、むしろって感じだよ。お兄ちゃんも早く寝てね。
しかしこれで明日からはもう少し朝はゆっくりできますな。そうだよ。明日から夏休みだ。冷めたよ。夏休みだっていうのに寝てなんかいられないもん。そんなことないもん。もしそうなっちゃったら、お兄ちゃん先生になかなか寝かせてもらえなくてって言っておくま。私のことを子供扱いした罰だもん。せいぜい私が居眠りしないことを祈ることね。1年生から3年生の学生の皆様、それに教員の方々のたゆまぬ努力に支えられて本年も無事に1学期を終業することができます。明日から夏休みになりますが、学生の皆様は勉学に、教員の皆様は来学期の準備や各々の研究にぜひ時間を有効に使ってください。この後担任の先生方から成績表をもらい、いろいろと思うことの多い方もいるとは思います。ですが今は精一杯1学期をやり抜いた自分を誇って胸を張ってください。そしてこれまでのことよりもこれからのことを考えてください。どうか1学期を後悔することよりも人生に後悔しないようにしてください。人に与えられた時間は有限です。何より悔いを残さないでください。それでは私からの話は以上です。待ってるの。なんかあった？そりゃあ待ちに待った夏休みですもん。先生はそれどころじゃないんだ。
けじゃなくて？さっきのホームルームでもしてませんでしたっけ？私ちゃんと聞いてなくて、それで。そうなんだ。何言ってるの？ほら、早く行こう。お昼休みの間に放課後の予定立てよう。ちょっと。それじゃね、先生。普通さっきのセリフはデートのお誘いとかの前振りとして使うんだけど、そういう自覚もしかしてあった？なんだ、全然なの。それはそれで寂しいわね。まあどっちにしてもちょっと若すぎるんだけど。じゃなくて、いや、京二君の顔を見ていたら、セリフはどうあれ全然そんなつもりで言ったんじゃないんだろうなぁと思ったわけよ。君も恋の一つでもしたまえ。いや、実は本人も気づいてないうちにもうしているというパターンか？そりゃ知らないでしょ。気づいてないうちにって言ったし。まあいいや、とっとと片付けて帰ろっと。高村先生、今は一人です。サンプリングのテストに備えてずっとメンテナンスをしておりましたので。ちょうどパマケアシステムが届いたので、その性能実験も兼ねているのです。貴重なデータが得られることでしょう。性能実験は夜に行われる予定ですので。その頃にはもうアリッサ様はお休みになられているはずです。
のサンプルテストに備えて、まずはノンサンプルテストを行いたいと思うので、一旦帰ろうと思っています。それでは失礼します。友達の買い物に付き合ってたらすっかり遅くなっちゃって。あ、先生、入って入って。はい、どうぞ。先生、今帰りなの？大変だ。私は半分は好きでやってるから。うん、接客とか好きだし体力には自信あるから。弟のためだなんて思ったことないんだよ。姫伝説だ。私たちの覚醒と何か関係があるのかな。あの時ナギが言った言葉。舞ちゃん、君は大切なものを守りたいと思うかい？大切なものだよ。守りたいとは思わないのかい？あるでしょ、舞ちゃんにも大切なものが。当たり前じゃない。守ってあげたいわよ。その大切なものを守るために、舞ちゃん、君は自分の一番大事なものをかけることができるかい？どうなんだい？君は大切なものを守るためにかけることができる？一番大事なものを。できるわよ。私の命くらい惜しくはない。必ず守り通してみせる。かけられる。うん、そうだよね。舞ちゃん、新規のお客さんお願い。
の気配がするって巫女が飛び出して、私もそれを追いかけて、いつの間にか。先生、茜ちゃんが。一体誰が。もしかしたら決着がついたのかも。雷が落ちたような。先生、あそこ。ハリー、ハリー。茜ちゃん。ハリー。
うしちゃったの？目を開けてよ。ダメだよ、カズくん。こんなとこで寝ちゃ。目、覚ましてよ。カズくん。教授か？みこと、どこ行ってたの？なんだか、いつもとは違う。もっと嫌な予感がしたんだ。それに、ちょっとこの辺を見ていた。何も見つからなかった。とりゃあ、正義の味方登場！あらら、球児くん、それに君たち。みどりちゃん？怪しいな。こんなに姫が集まって何を企んでいるのやら。姫って、みどりちゃんも姫なの？正義の味方と呼んでくれて構わんよ。正義の味方？そう、華麗な人物にのみ名乗ることを許された称号よ。で、何があったの？あれ？みことじゃん。なーに？地味な女どもがガン首揃えちゃって。ひょっとして来ない方が良かったかしら。なつきちゃん、待ってよ。誰もついてこいなどと言った覚えはない。そんな、せっかく会ったんだからさ、旅は道連れって言うじゃない。なつき。ないか。昨夜、どうやら我々は後発だったみたいだぞ。お兄ちゃん？なんで？だって、なんだか月読みが泣き止まなくて。突然、怖い顔して走り出したから、私も必死で追いかけて、気がついたら、ここに。カズくん。雨か。あの人、オーファンとの戦いに巻き込まれたの？どういうこと？支離滅裂だよ。教授くんらしくない。もっとちゃんと説明してよ。
あかねちゃん、救急車でも呼んでやった方がいいんじゃない？そんなことしなくてもどうせすぐに一番地の奴らが来る。そう、その通り。マギ貴様。まさかこんなことで僕の用意した段取りが崩されるなんてね。先生は見てたのかな、ここで何があったのか。その目で見たわけじゃないんだね、あかねちゃん。戦えない奴がいるからだ。ミコト、そんな言い方って。そうじゃないよ。多分彼は一度だって攻撃は受けていない。無傷だったはずだ。だったらなんで？あかねちゃんのチャイルドはしっかりとオーファンを倒した。ただその後すぐ何者かに襲われたんだろうね。あかねちゃん、一体何があったの？誰にだ？さあね。お願いだよ、カズくん。私を一人にしないでよ。そうだよ、ハリーも死んじゃったんだ。私すぐにカズくんのところに一緒に。そうじゃないよ、あかねちゃん。君は死なない。ごめんね。君はもう一人なんだ。うすうす気づいてるんでしょ、この仕組みに。あかねちゃん、もうどうしようもないんだ。あかねちゃんは自分でかけた大事なものを失ったんだ。最初に言ったよね、僕。力を得る代わりに君には大切なものをかけてもらうことになるって。どういうことよ？もう一度言うよ。あかねちゃんは自分でかけた大事なものを失ったんだ。君たちにも最初に言ったよね。戦うためには一番大事なものをかけてもらうことになるって。誤解している人もいるみたいだから言っておくけど、大切なもの、それは自分の命のことなんかじゃないよ。もっと大切なものが君たちの心の中にあるだろう。君たち姫の持つ力、チャイルドは
君たちが大事に思う人への情念を触媒にして出現する。何よそれ。じゃあ理解が早くて助かるよ、舞ちゃん。そう、チャイルドが死ねば君たちが大事に思っている人の命が散ることになる。つまりかけなきゃならないのは君たちの大切な人の命ってことになるんだよ。先生、そこまで調べがついたんだ。結構やるじゃん。そうだよ、その通り。だから触媒が失われればチャイルドは物質化を保つことはできない。そんなカズくん。私なの。カズくんを殺しちゃったのって。私がカズくんを殺したの。カズくん助けて。カズくん、私よくわからないよ。カズくん、カズくん。ことって。要するに負けなきゃいいんでしょ。安心なさい。オーファンなんて私が全部やっつけてやるわ。そうよ、これだけの数の姫がいるんだもん。なんならみんなで協力し合って。残念だけどそうもいかないんだよ。どういうことだい、悪者くん。まだ口止めされてたんだけど、この際だから言っちゃおっかな。もったいぶらずにさっさと喋ればいいじゃない。はいはい。姫が戦わなくてはならない敵はオーファンなんかじゃないんだ。あんなのは余分な単なるおまけに過ぎないってこと。何よ。じゃあ姫の力は何のためにあるっていうの。オーファンから人を守るためにあるんじゃなかったの。でもこれを言っちゃったら僕が怒られちゃうんだよな。なんなら無理やり聞き出してもいいんだよ。わかった、言いますよ。姫が戦わなくてはならない相手、それは誰でもない他の姫たちなんだ。姫が姫と戦うのは古より定められた掟。空に天空にあの姫星がある限りね。姫星？君たちになら見えるだろう。姫星は力を蓄え続けて、またもこの芦原の中津国へと姿を現した。姫たちは最後の一人になるまで戦い続けなければならない。最後の一人になった姫はあの姫星がもたらす強大な力を手にすることができるんだってさ。強大な力、そんなのいらないわよ。
言うと思った。でも舞ちゃんがそう思っても他のみんながどう思うかなんてわからないでしょ。姫じゃない人からの質問は受けたくないんだけどな。でもまあいいか。特別にどうぞ。そうよ、誰も戦わなければあんな星なんてまたすぐどっかに行っちゃうんでしょ。そう来ると思った。でも残念。見てごらん。姫星、もうあんなに大きくなってしまってるよね。なんで大きくなってると思う？近づいてるんだよね、あれ。そしてこのままじゃあれこの地球に激突してしまうんだ。そしたら大切な人どころかこの星全体がドッカーン困るでしょ。そんな風にして私たちを煽ろうとしたって無駄なんだから。嘘じゃないんだけどな。すごいじゃない先生。そこまで考察が進んでいたなんて。思い人のことといい恐れ入ったよ。その通り。これは嘘でもおとぎ話でもない。あの赤い長星は今この瞬間もこの星目指してきているんだ。そういうことだったの。そんな、そしたらみんな死んじゃうよ。その通り。だけどあの姫星の衝突を回避することのできる存在がいる。それが最後に残った姫。全ての姫に打ち勝って全ての姫の思いを背負って最も意志の力の思いの強い姫。つまり最後まで自分の大切な人の命を守り通すことのできた姫が姫星の力を得た時のみ姫星は大地に激突せずにまたこの地球から離れていくんだよ。戦いを放棄したければどうぞ。でも君たちが生き残るためには戦うしかないんだよね。残念だけど。面白いじゃない。私は嫌よ。そんなのかけられない。じゃあどうするの？わかんないけど、嫌なものは嫌よ。だけど舞ちゃん、もう君はかけてしまったんだよ。君はもう姫なんだ。だからって私は戦わない。ご勝手に。でもね、ほら他のみんなはもう戦う気になっているかもしれないよ。君が戦うつもりがなくたって誰かが襲ってきたらそいつを倒さなきゃならない。誰だって死にたくないもんね。誰だって大切な人を奪われたくないもんね。みんな自分のために守るんだ。しょうがないよ。なんでよ。そんなの僕に聞かれても困るよ。文句ならあの姫星に言ってよね。
ちゃんが何者かに襲われたって言ってたわね。それってこの仕組みを知っている誰かだろうね。誰だ？知らないよ。言ったでしょ、僕の段取りを崩してくれたって。おっと、さすがに一番地は手が早いね。それじゃ僕は行くけれど、みんなよーく考えておいてね。失礼ですが、お嬢様と何かおありになったのですか？高村様。おやすみなさいませ。死んじゃ嫌だよ。死なないでよ。先生、死なないで。先生、死なないで。
おはようございます、高村様。どうぞ、出てくる頃に合わせて朝食をご用意いたしますね。はい。お嬢様でしたらもうすでに外出なされています。よろしいですか？お疲れ様です、高村先生。夏休みに入って早々、いかがされました？日暮さんには残念なことだったと思います。ですが、それが彼女の選んだ道だったのです。彼女自身の選択なのです。説明はしました。大切なものを守るためには、一番大事なものをかけることになると。そして彼女はかけることを選んだのです。事実を正確に伝えず、犯してしまっていたことは謝ります。の示す通り、現れた魔を打ち払う姫巫女、姫が必要なのです。ですが、姫たちにとっては何も変わりありません。大切なものを守りたい、大切なものをかける、それだけのことですから。本当に守りたい人だけが残るということです。
残念ですが。すみません。これで今日のところはよろしいでしょうか。体が疲れてしまって。いえ、私の方こそ。先生。もう、先生元気ないな。違うよ。その言葉に僕はうなずくことはできないね。僕は別に煽ったんじゃないよ。舞ちゃんに選択の機会を与えたのさ。ましろちゃんだってそうは見えないけど辛いんだ。だけど他に方法がないんだから仕方がないんだよ。辛いのはましろちゃんだけじゃない。あの時だってそうさ。草薙なら何か知っているかもしれないね。何かの可能性を。さあね、今回も出る幕はないかもしれないし。先生、一つだけ弁明させてもらうよ。どうせあの人は言ってないだろうからね。僕もあの人も昨日の茜ちゃん、あんなことは望んでいなかったんだ。今となっては仕方ないという思いはあるにせよね。僕たちも段取りを狂わされたんだよ。だからあれは僕らの望んだことじゃない。それは気になるなら先生が自分で考えてみて。正直な話、先生はもうここから去った方がいいかもね。それも悪くないんじゃない？そうなら仕方ないか。さてと、それじゃあね先生、僕もちょっと呼ばれてるんだ。面倒なことじゃなきゃいいんだけど。バイバイ。
これでいいのか？教授か？私だ。そうだ。どうかしたのか？私は電話を使うのは初めてなので、ちょっと楽しい。マリアは朝から布団から出てこない。目は覚めているのだが、起きてこないのだ。私はお腹が空いた。ちょっと待ってよ。もしもし？先生。私、どうしたらいいんだろう。そうだね。そうだよね。やあ、高村君。九条さん？いや、知らないな。何も聞いていない。そうですか。まあ私の方でも連絡がついたら君の方へ電話するように言っておきましょう。いよいよ始まりましたね。ただ、まだ始まったばかりだよ、高村君。君も引き続き姫伝説の調査を続けてくれたまえ。それがシアーズから出資を受ける者の本分ですからね。
ですか？健康状況があまりよろしくないようですが。何か？ねえねえ、アリサね、立派なワルキューレになるね。お兄ちゃんも応援してくれるよね。セリフはよくわからないけど。アリッサ様。ワルキューレはね。アリッサ様。ミユ、うるさい。アリッサ様。もう何よ。申し訳ありません。ですが、そろそろ行かねばならない時間です。練習です。わかったよ。じゃあね、お兄ちゃん。バイバイ。それでは先生、失礼します。ありがとう、お兄ちゃん。アリサ頑張るね。先生。私も今来たところだから。どうかした？一緒に来てくれるなんて、僕、なんだか感動だよ。それじゃあ、お姉ちゃんはちょっと先生のところにお話聞きに行ってくるから。早くね。それじゃあ先生、私ちょっと行ってくるから、それまで匠と一緒にいてあげて。もちろんだよ、師匠。
先生、こっち来ないで。そうじゃないの。よし、落ち込み終了。匠のことは特に大きな変化はないって。この調子で回復に努めさせましょうって。お医者さんの話はすぐに終わったんだけど、病室に戻って先生と匠が仲良く楽しそうに話をしているのを見たら、なんだか急に泣けてきちゃって。わかんないけど、どうしても涙が止まらなくなっちゃって。おかしいよね。全然私のキャラじゃないもん、こんなの。ほんとおかしい。もう平気。私一人だったらまだずっと泣いてたかもしれないけど、先生の声聞いたら頑張らなきゃって思えた。だって先生にこんなみっともないとこを見せるわけにはいかないですからね。舐められるわけにはいかないんだから。先生みたいな変態教師、涙なんか見せたら何されるか分かったもんじゃないもん。さて、私そろそろ行かなくちゃ。ちょっと。ごめんね、匠。また来るから。僕だったら大丈夫だよ。また来てくれるの待ってるね。ごめんね。それと先生。ちょっとこの後の用事に付き合ってもらえないかな。それってデートだよね。違うってば。ね、ダメ？ヒューヒュー。そういうことだったら僕のことは本当に気にしないで。ほら、今すぐ行ってもいいよ。まったく匠ったら本当に違うんだから。でもそれじゃあもう行くね。はい、師匠。また。これからバイト入ってるんだ。今日のシフトって私とあかねちゃんと克也くんだったから。私が行かなかったらお店めちゃくちゃになっちゃうっていうか、すごい迷惑かけちゃうでしょ。私それは嫌なの。でもダメ。私多分一人っきりじゃ仕事にならない。先生お願い。私のバイトが終わるまでお店にいてくれない？お願い。
がとう、先生。そうだね。急がないと。高村様、お電話です。杉浦様とおっしゃる女性です。噂のサガネさん。いいわね。地図なんてかっこよすぎ。バトラーだもんね。すっごい仕事。その上料理まで上手だなんてね。言わせるのよ。安心して別に何も心配していないわよ。何話してんだろう。いろいろと考えてみたんだけどさ、このすごく悪い空気っていうの、これを打破したいのよ。私こういうのってすっごい苦手なのよね。ほら、それにあと何人の姫がいるのかは知らないけど、私の知ってる限りだと私が年長みたいだからさ。長い君は興味ないタイプだったのかな。重ね重ね失礼な人ね。可愛らしい人が可愛らしい声を出すことを止めないでよ。ジョージ君ってば、私が悪かったのよ。長いとさせてあげるから電話で沈黙するのだけはやめて。それだけは苦手なのよ。なんていうの、嫌なのがたまらないのよ。でも話を本題に戻っちゃうよ。本当に言ったこと言うのね。まあいいわ。ここで一応戦争となんかを結んだどうかなってね。さあ、みんなで仲良くするの。これをしようとしてというよりもどうしたってね。あの子たちが心配してるのあるのよ。
思う。というかね、昔初めてあの星が見えた時から比べても、すでに結構大きくなってるのよね。いやー、結構やばいんじゃないかしらね。別に今日は2つ話じゃないでしょ。よく知らないけどさ、もうちょっとくらい平気よ。だから後回し。まずはさ、みんなで仲良くしてから後のことはそれから考えるの。大切な人は大事よ。私にだって大切な人はいるし。でもさ、こういう展開になるとね、子供たちは純粋なだけにまっすぐになるのよ。目の前しか見えなくなる子もいると思うわ。積極的に自分の大切なものを守るために戦おうとする子も現れるかもしれない。それはとても美しい感情だと思うんだけど、やっぱりね、ここはアダルティックなところを見せないといけないでしょ。まあ、ちょっと聞いてるね。でしょでしょ、私もそう思う。それ、ちょっとマヌケっぽいよね。それに、そんなのでちっとも打ち解き合うことなんてできないじゃないのよ。遊ぶの、せっかくの街なんだしさ、いや、いいアイデアだと思わない？水着よ、水着。やったね、チャーズくん。有料の関係者の方に連絡取ってみる。ゆうじくん、名簿とかないでしょ？あるんだ。では私の方から連絡しとくわ。企画意図も説明したいし。じゃあ、サキヤちゃんには連絡しておいてもらえる？企画意図の説明も含めて。そういうことでーす。楽しい話って何？海？楽しそう。
すでに何かやってたかもしれないよ。何かを見ちゃったかもしれないよ。さてどうだろうね。別に今起こしに来ただけかもしれないし、わからないよ。お姉ちゃん慌てすぎ。おかしいんだから。大丈夫大丈夫。今起こしに来たところだよ。多分ね。それじゃ早く起きてきてね。約束の時間遅れないようにしないと。いやー、まさに海日和だよね。しっぺだしね。多分遅刻キャラとか思われてそうだから、そんなことないぞってところ見せたかったし。それにしてもいい天気になってよかったね。お兄ちゃんが楽しみなのは海じゃなくて女の子の水着なんじゃないの？言え
したんだ。いや、たまたま夕べしずると電話していたんだ。それだけだ。それやったら何の説明にもならへんやんか。夏希の代わりにうちが説明させてもらいます。夏希からみんなで海に行くいう話を聞きまして、それやったらみんな風花の人たちですし、うちも行きたいなと言うたんです。そしたら最初夏希がえらい反対しはるんで、どういうことか問いただしたら姫の親睦会言わはりますでしょ。せやったら生徒会としてもぜひ参加させてもらいたいと言うたんです。というわけです。高村先生を巻き込みたくなかったんです。うちは詳しい話はよう知りませんけど、姫が大変言うのは分かります。理事長から学園の自治を完全に任されている生徒会としては、姫に関する基本情報はもらってますけどね。ただ一昨日のことはなんというか。あかねちゃん、ほらほら、こういう雰囲気を打破するための親睦会なんやろ。そうですね。あ、バスもうすぐ出ちゃいますよ。そうだった、バスバス、ほらみんなバスに乗って。またバスだな。ほんと私の方がびっくりしたわよ。これがあと数本遅れるとものすごい混むのよ。この時間だと海に着いてからもしばらくはゆったりできるわよ。だよね。まあとはいえ1時間もしないうちにごった返すと思うけど。先生、どうかしはりました？そんなに怖い顔したら飽きません。先生、うちが姫のことを話さへんかったことを怒ってはりますの？こんな過酷な運命、先生にお話しして巻き込まれでもしたら先生に悪いですから。そうですね。ですが僕たちにはあまり情報は降りてこないので、言われたことをやっているという程度ですよ。そうですね。女の子たちがたくさんいますしね。今のセリフをお前が言ったら本当にただのスケベになるだろうからな。別にレイト君が言ってもいやらしいって。あれ？そうですか？参ったな。
いましょう。高村先生、楽しみですよね。みんな可愛いですからね。どんな水着だろう。さてと、それじゃあここでみんなを待ちましょうか。みんな可愛いね。素敵だよ。ことちゃん、その目隠しになっているものは舞さんに返した方がいいんじゃないかな。大丈夫か？あんま災難でしたね。はい、先生、そこの売店から氷をもらってきましたよ。
ですね。泳ぎましょう。ほら、みことちゃんも。ごめんね、つい。そう、やっぱり似合わなかったかな、この水着。本当？私もね、先生の体意外と筋肉ついてるんだなって思って驚いちゃった。そんな。こらー、そこー。いい雰囲気作ってるんじゃない。こっちに来てみんなと遊べビーチボールは食べちゃダメ。行くよ、それ。いや、届かへん。正義の味方アタック。綺麗な空。
何かな、舞さん。あかねちゃんの入院先、知ってるって言ってましたよね。ああ、知ってるよ。じゃあ、今度みんなでお見舞いに行きません？え？ナイスアイディア！行こう行こう！そう。なら、私は、そっとしておいてあげた方がいいと思うな。そう？ならやめとく？でも、そんな時だからこそ言ってあげた方がいいかもしれないし。